こんにちは、ペンタロウです。土地狂ってクソでかいアフリカツインを買ったペンタロウですが、でかいだけじゃないアフリカツインのあんなことやこんなことをお話しします。1、アフリカツインってどんなバイク？アフリカツインは CRF1100L が本名で、 CRF の名前の通りオフロード車です。クソデカビッグオフローダーというカテゴリーで良いでしょう。ホンダのオフロードバイクは CRF250L と CRF1100L アフリカツイン。アドベンチャー的立ち位置には CRF250 ラリーと CRF1100L アフリカツインアドベンチャースポーツ ES という設定になっています。アフリカツインのスタンダードモデルを買う人は本物のスキルを持ったオフローダー、アドベンチャースポーツ ES を買う人は絶対オフロードに行かない人という傾向がありそうです。中間のライトオフローダーは林道などで転んで起こせないと罪なので、あまり手を出さない領域なのではないかと思います。実際こんなでかいバイクでオフロード走る人なんていないだろうと思うかもしれませんが、ダートコースに行くとアフリカツインで走る上級ガチ勢が一定数います。あの人たちは本当にヤバいです。販売台数はアドベンチャースポーツ ES の DCT、 いわゆるオートマチック車が優勢で、大抵はこれを買っていくというのが店舗の肌感覚のようです。2、モデル変遷。そんなマニア感全開のアフリカツインですが、初代の登場は1988年に遡ります。当時はアドベンチャーカテゴリーの先駆けとしてラリーバイクレプリカというジャンルを誕生させたと本田さんはコメントしています。 647cc52 度 V ツインエンジンを採用していて、1990年に 742cc に拡大、マイナーチェンジしつつ2000年に一旦終了しました。2015年から2016年にかけて CRF1000L がアフリカツインの名前で新たに発売されます。従来のアフリカツインと比較して車体サイズ、重量はほぼ同等のまま、出力は 1.5 倍、 998cc ユニカム2気筒となり DCT もラインナップされました。2019年 1082cc に排気量を上げた CRF1100L が国内発売。新設計フレームで 1.8kg 軽量化、電子制御サスペンションの ES もラインナップされます。2022年のマイナーチェンジで排ガス規制対応のほか DCT の調整、その他 Android オート対応など、2024年にマイナーチェンジされてトルク数値アップしたほか DCT の調整が入り、スタンダードモデルにはチューブレスタイヤと5段階スクリーンを装着。アドベンチャースポーツ ES はフロントが19インチオンロードタイヤに変わり、地上高とシート高が1センチアップしました。2019年からほぼ値段が変わらない珍しい価格設定で、そのうちアドベンチャースポーツ ES はずっと全く同じ価格です。これまで 2,3 年でマイナーチェンジなどを行っているので、2027年あたりには何らかモデルチェンジしそうな予感がします。3、ロングツーリング適正。乗車姿勢はほぼ直立です。いくらか後ろ目に座ることもできなくはないので、長時間走行では座る位置をずらしながら走ることもいくらかできます。シート性能自体は悪くなく、ケツの硬さに自信があるペンタロウはそこそこ長時間いけます。ケツ板に悩まされる人はできるだけ後ろ目に座ればある程度なんとかなると思います。それでもダメならゲルザブくらいでどうにかなるレベルでしょう。アフリカツインは可変シート高を採用していて、アナログで上下2段から選べます。例えばアドベンチャースポーツの現行モデルは 840mm と 820mm、 マイナーチェンジ前は 830mm と 810mm で2センチほど単純にシートの高さが変わります。シート下の幅はそれほど太くないので、シート高に対する足つきは良い方で、シート高 780mm の CB1300 スーパーフォアより足がつきやすい人が多そうです。ペンタロウはマイチェン前のハイポジション側でも CB1300 より地面が近く感じます。ハイポジション側ではシートとステップの垂直距離は 520mm くらいで、距離は最も長い方なので膝の余裕は大きめです。これ以上余裕を求めるとヤマハテネレ700と XSR700 くらいなので、膝の落差は最高峰と思って良さそうです。ちなみにテネレ700と XSR700 は近い寸法で 525mm 前後となっています。参考までに V シト1050は 490mm くらい、 R1300GS は 510mm くらいのようです。足の窮屈さに悩まされている人にはアフリカツイン、テネレ、XSR700 の3車種は救世主になるのでおすすめです。積載力ですが、初めからキャリアがついているのでこれを活用できます。シートバッグなどを縛ることもできますが、アタッチメントで箱をつけるのが安定して良いです。
現行にはシャッドのアタッチメントが安くて良さそうで数千円で買えます。装着も5分くらいでできそうなので良さそうですね。ペンタローはこれからこのアタッチメントを装着予定です。燃費と航続距離ですが、燃費はリッター 19.6 キロ、タンク容量はスタンダードモデルが18リットル、アドベンチャースポーツが24リットル、航続距離はそれぞれ 352.8 キロ、470.4 キロです。いずれも短くて困ることはないでしょう。アドベンチャースポーツの方はかなり長い方なので長距離旅にはありがたいです。高速道路走行性能は控えめに言って抜群です。時速100キロ走行時のエンジン回転数理論値は3400回転台とだいぶ低いので、振動などに悩まされることはなく、かつ低回転から鬼加速できるので6速固定でも一瞬で追い越しも可能です。スクリーン性能は優秀で、現行はスタンダードモデルも5段階調整できますが、一番高い位置にしておくとかなり走行風が軽減されます。一番低くすると逆にヘルメットに風が集中して、風切り音が小さめのヘルメットでも騒音が辛いかもしれません。そんなわけで身長がとても高い人はスクリーンを最大まで上げても風がヘルメット直撃になってスクリーンの防風性能が逆にあだになることもありえそうなので、そこは注意してください。4、加速力。 1100cc という大排気量なので、いついかなる場面でも抜群の加速力を発揮します。270度クランク2気筒エンジンで蹴り出しがとても力強く、下道から高速までどこでも速いです。5、電子制御サスペンション。アドベンチャースポーツ ES の方は ES の名の通り電子制御サスペンションを搭載しています。さすがアナログサスペンションに比べて性能が高く、路面ギャップ程度は余裕でいなしてくれます。そもそもオフロード仕様でストローク幅もあり、快適性はかなり高いです。6、DCT。DCT はいわゆるオートマチック車ですが、スタンダードモデル、アドベンチャースポーツのどちらも選べます。マイナーチェンジごとに調整が入り、だんだん変速ショックが小さくなってきているとのことですが、そもそもマニュアルのクイックシフターに比べれば構造上相当スムーズで、個人的には何ら不満はありません。日常的にリアブレーキをうまく使って走っている人なら走りやすいことこの上ないと感じるのではないかと思います。ただ手動変速のスイッチが左手にあってウインカースイッチの真下なので、ウインカーを消そうとしてシフトダウンしてしまうということが初めのうちは何度かやらかすかもしれません。ペンタローは何度もやらかしています。7、スペック。エンジンは 1082cc、ピークパワー102馬力、ピークトルク 112Nm と溢れんばかりの性能です。エンジンは SOHC と DOHC の中間のようなユニカムという仕様で、2本のカムシャフトがある DOHC より軽くてコンパクト。給排気をロッカーアームで駆動する SOHC より吸気側をカムシャフト駆動する分パワーを出せるという軽量ハイパワーの両立がなされています。車体サイズは長さ2305から2330、幅960、高さ1475から1485というサイズでかなり大きいです。数値だけでなく見た目にもだいぶ大きく、ペンタローの倉庫の中では幅を取ってちょっと邪魔です。8、低速と取り回し。車重は仕様により231から253キロで、DCT のアドベンチャースポーツは結構重いです。とはいえ CB1300 やはやぶさほどではないので、ある程度大きめ重めのバイクに慣れていると取り扱いに困りません。サイドスタンドで止めた状態がやや寝るので、左下がりの場所に止めたりすると起こすのに多少よいしょと力を入れるかもしれません。ただより寝ているヤマハの SCR950 というバイクに慣れているペンタローとしては全然大したことありません。最小回転半径は 2.6 メートルと、この巨体にしてはかなり小さく回れます。2.6 メートルはホンダ CB400 スーパーフォア、川崎 Z400 と同じで中型ネイキッドクラスです。さすがはオフロード車といったところでしょうか。9、メーターと視界。メーターは上下2つに分かれていて、メインメーターは通常時スピードやタコメーターのほか表示内容を切り替えられます。細かい情報を表示したり、シンプルに最低限の情報にもできます。サブメーターはスピードとライト関係などのランプがあります。スピードが2箇所にあるのはなぜと思うかもしれませんが、アフリカツインのメーターは Apple CarPlay と Android Auto に対応していて、 USB 接続するとメイン画面にナビ表示などができます。ハンドル幅の広いバイクなのでミラーは見やすいです。交換やオフセットなどはいらないでしょう。10、その他装備ですが、グリップヒーターが標準装備です。スクリーンとハンドガードで防風性能もあるので冬は快適になりそうです。 ETC2.0 も標準装備なのでカードを入れればそのまま高速に乗れます。バッテリーがリチウムイオンバッテリーで HY110 という品番のものが使われています。リチ
チウムイオンバッテリーは放電しにくく指導性も高いですが、普通のバッテリー充電器は使えないとされているので、補充電が必要な数分程度のちょい乗りには向きません。個人的には夏の間乗らないと思うので、3ヶ月ぐらい放置しても問題ないのかちょっと気になるところではあります。リチウムイオンバッテリーはだいぶ高いので、劣化させてしまうとお財布に辛いですね。11、ファミリー。アフリカツインのファミリーの一つ NT1100 はエンジンとフレームをベースにして足回りその他をオンロードに寄せたバイクです。 TCT のみですが、価格がアフリカツインのアドベンチャースポーツ ES より安く、本体168万円、税込み184万8000円です。電子制御サスペンション装備、カープレイが使えるメーターも継承されているのでお買い得モデルと言えそうです。ただ2025年は年間計画200台とあまり売れ行きは芳しくないようです。レベル1100もアフリカツインファミリーで、エンジンはベースが同じものです。フレームはレベル500のものを再設計して専用に作られているようです。レベル1100はアフリカツインや NT1100 のような電子制御サスペンションではなく、メーターもホンダロードシンクが使える普通のタイプで、いろいろコストを削って本体109万5000円、税込み120万4500円という驚異の価格を実現しています。毎年販売台数ランキング上位にいてコンスタントに売れています。フォーク11は生産が終了していますが、同じくアフリカツインファミリーです。こちらはエンジンだけでなくフレームもオフロードのアフリカツイン流用になっていて、設計者には鬼畜プレイだったことでしょう。なかなかな無茶ぶりだなと思います。電子制御サスペンションは装備されず、メーターはモノクロ液晶と装備全般は充実感はなく、乗車姿勢は鬼クラスの前傾で CBR600WR と大差ないハードっぷりでした。本体127万円、税込み139万7000円と一応専用フレームのレベル1100より高く、いろいろな要因でちょっと販売的には難しかったようです。生産終了してからしばらく経ちますが、ホンダドリームジャパンの新車在庫はずっと70台くらいあって、このまま何年も倉庫の肥やしにするのかなと陰ながら心配しています。12、アフリカツインのまとめ。アフリカツインが向いている人は、アドベンチャーバイクが欲しい、オフロードフレームの本物じゃなきゃ嫌、オフロードガチ中のガチ勢、逆に絶対にオフに行かないと心に誓っているオンローダー、ハイパワーツインの鬼加速が好き、サスペンションは電子制御一択、画面を増設したくない、初めからフル装備がいいズボラ系人種、ザンクレアルファードなオラオラ系人種、ビッグオフローダーという位置づけのバイクですが、購入者の多くはアドベンチャー目的のようで、電子制御サスペンションのアドベンチャースポーツ ES の DCT がメインに据えられています。現行ではフロントタイヤが19インチになりオンロードタイヤ化したので、こうなると NT1100 やスズキ V ストロームでいいというか、そっちの方がいいとスライドする人も出てくるかもしれません。仕様変更したことで今後どういう評価になっていくか興味深いところです。アフリカツインについては同じく所有バイクのヤマハテネレ700やその他アドベンチャーバイクとの比較などもやっていきたいと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。